人生のね、逆引きとしてよくある結果から原因を探ります。会社を解雇されるタイプを考えてみましょう。キャリアコンサルティングあるあるということで、長年たくさんの方のキャリアコンサルティングを実施して気がついたことをお伝えさせていただきます。解雇された人の特徴が同じパターンであることが多い事実があります。結論から言うと、本人と会社側との意識のギャップですね。内容はというと、自分は仕事はできると思っている。だけど会社は仕事ができないと思われて解雇になっているという現実です。ご本人に解雇理由を聞いたら、ほぼ皆さんこう言われます。自分は仕事ができるのですぐに仕事が終わってしまいます。でも終わったら次から次へと会社からね、仕事が振られてくるので、仕事をわざと長引かせて過ごしています。だって私できるからすぐにじゃあ次ってなるでしょう。この言葉を何度聞いたか分かりませんよ。それでね、履歴書を見て会社をね辞めた理由を聞いたら、全部解雇とかなんですね。中には業績不振のための整理とかもありますが、いの一番に解雇になっています。よく考えてみれば、そりゃそうでしょうと思ってしまいます。ご本人はね、だけど気がついていないばかりか、自分は仕事ができますとさえ言われるのです。キャリアコンサルタントとしてご本人を傷つけるわけにはいきませんから、決して言うことはありません。でもね、ご本人のために遠回しに言いますし、授業で遠回しに言っていますが、なんか人事のように聞いてますね。気がついてもらえない感じがします。そう、大人になるとね、誰も言ってくれないのです。大人になってからは本質をなかなか助言してくれる人はほぼゼロです。会社はね、一人の仕事が10あるとして、最初からね、新人さんに10渡しますか？渡さないですよ。無理がありますよね。覚えないといけないからね。入社したての新人さんに仕事の半分も渡さないですね。ほんの4ぐらい。それでできたら5になったら不平不満を言うわけです。ここにギャップがありますね。会社はね、10のうち5になっただけでやっと半分覚えてくれたと思っています。だけどゆっくりでいいから育てていこうと温かく見守ってくれている。だけど本人はもうやったのに増やされたと言って不服を言います。人は誰でも口に出さなくてもね、態度で出ます。会社がね、解雇というのはなかなかね、実はできることではありません。だから最近有期雇用が多くなったわけです。もし人手不足であれば会社は我慢して使ってくれるでしょう。でも人手がね、足りた時点でどうなるか分かりますよね。解雇となるわけです。業績が傾いても残す人残さない人はいるわけですよね。こういう仕事のやり方をしている人はいの一番に解雇になるわけです。最近は退職理由を聞かなくても解雇でしょともう分かってしまうぐらい同じパターンです。経営者や上司はちゃんと見てますよ。バレてないと思っても必ずバレます。それよりも自分が昇給したい、昇格したいと思うのであれば、ちゃんと評価をしてもらえるように仕事をした方がいいですね。あとそういう人ほど給料などの待遇面にこだわって就職するけど、すぐに違うと言って辞めるのを繰り返しています。もしね、会社が評価してくれないというのであれば、自分がスキルアップをして転職をした方が早いですね。私もね、転職はどんどんしましたよ。認めてくれないのならよそに行けばいいだけです。就活、ね、テクニックはありますから、また別動画で上げていきますね。就職意思さえあれば、私は 100% の就職をさせてきました。コロナ不況などでね、これからね、ちょっと思うようにいかない時代が到来していますよね。もうすでになってますよ。それはね、もうね、これからも避けられないです。AI 普及によりロボットの配膳も始まりました。そして自動レジなんかもね、出てきますね。どんどん人を削減していく方向に、今はあるということをしっかり認識しないといけないと思います。
今まで通用していたこともダメだとジャッジされることもあるかもしれません。しっかり用意周到にこの困難な時代を乗り越えていく必要があります。怖い目にひどい目に遭わないためにも自分のね思考を作り変えておいた方が賢明かもしれませんよ。後では遅いからね。だからパソコンスキルも必要だし、いろんなねコミュニケーション能力を上げていくということも必要になるでしょう。今日はねちょっと、手厳しい感じになってしまいましたけど、後でね後悔してほしくない、今気がついてね自分の環境を大切にしてほしいと思いからお伝えさせていただきました。今日の一言です。不平不満サボりは会社にね必ず伝わります。バレてないと思っているのはご本人だけかもしれませんよ。障子に耳ありです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。ご縁に感謝です。人生を自由にするためのレシピをたくさん紹介していきます。自由に生きていきたい方をいっぱいにしてお互いに相乗効果を出していきたいと思っています。チャンネル登録だけしておいてくださいね。またその時にご案内ができるかと思います。ミラクルを起こしていきましょう。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。感謝です。